こそ美味しいものを食べてほしい。いろんな可能性が缶詰にはあると思って。でこれをろくろみたいに回転して、でそれをこう金属で押し当てて100分の1ミリ単位で計測するんです。本来はオイルだけ熱してスパイスをテンパリングしたいんですけど、大量調理なのでちょっと手順が踏めないので、テンパリングと炒め玉ねぎを作る工程を一緒にやってる。それで
カレーのベーシックなソースを焼いて作って、でその後さっきのトマトとかお砂糖とかをブレンドしてカレー風味のグレービーソースを作る。それ入れたらエンドコード取ってませんか？これが7万で4000円。ほう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 。あ、来た。はい、すみません。これ5枚ずつ食べてくれる。なってるんで、これが楽になるはずなんやけどね。個数。うん、もうあったかいうちに。はい。これもヨーグルトの代わりにいや。砂糖とか、あとちょっとこんにゃくの粉とかも使ってるんですけど、なんだ。それでおい。お湯です。一応ね。19550。すいません、粉がそこに右側に半分しか入れてない。レトルトで121度の加熱をして結構いろんなものが分解されたりマイルドになるというかトゲが取れる感じになるんですよ。だからこの時点であんまり丸い味だと面白いものにならない、いびつというかちょっとばらつきがあるというか、それで整っていくので。
冷蔵庫にダマがないと手についてる。だいぶ滑りやすいの。油増やしたんでね。あうん。ガスでと先端が使えないので、機械的には2段階で異物チェックをしてると。X 線検査かけて、骨とか金属以外のものはそこでチェックします。麻酔反液ですね。今日はね、800個2回に分けて作ります。食材の処理量の問題で、800個ぐらいが今うちの工場では上限かなという感じです。お惣菜の方の半分ぐらいのサイズの缶はだいたい1200から1400ぐらい作りますね。どうしても全て手作業で測りながらやってるので、パエリアとかあれですよ、米入れてソース入れて混ぜてますからね。じゃないと綺麗にソースが絡みつかないので、イカとかもこうちょっと重ねるとセクシーじゃないけど感じが良くなるんですよ。そんな指示までしてるんでね。後からまだ70度ぐらい上がったみたいなこともあるっていう。次ってかな、次って私もやる。パプリカを中ね。52。ああ、ここまでだ。同じバスマティライスっていうやつですけど、一回のはい、エキヤですね。いや、もうちょっと話したらできるんだけど。
120度で4分加熱すると史上最強の細菌のボツリヌス菌も殺せるっていう値があるので、ただ安全率を見て4でいいところを8ぐらいまで取ります。食道自体が起きても基準はクリアできているように。しんどい時こそ美味しいものを食べてほしい。しんどいっていうのはもう災害時だけじゃなくて、やっぱり疲れた時、忙しい時、そういう考えですね。缶詰の原料の生産者を防災関係人口と考えていて、自分が作った作物が備蓄品になってるって知ると、やっぱり意識変わりますよね。短期間に消費するマーケットじゃなくて備蓄品になったり、海外まで飛ばせる商品なので夢があるというかね、いろんな可能性が缶詰にはあると思っているのでうまいこと使いたいですね。